はい、地球どうも系南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。なんかこの感じも懐かしいですね。なんか懐かしい。いろいろありましたからね。ハサミに挟んでますからね。はい、というわけで、まあもう今年も最後ですよ。そうですね。はい、今これは12月26日の予定の動画ですからね。そうですね。はい、いやー、あっという間でしたね。いや、早かったですね。今年はいろいろあって本当にね。動画も本数もですね、100本超えまして、110話ですか。いや、すごいですよね。これも一重に皆さんのおかげですので、本当にまずは感謝というところで。で、まあそんなかんなで昨年もやった、今年はどんな動画だったかというところを振り返っていこうかなと思っております、今回は。はい。それでですね、どんな感じで振り返っていこうかなと考えたところ、ランキング形式が面白いんじゃないかなと思いますので、まあ、僕が気になった、10位から順番にご紹介していけたらと思います。それではいきますよ。はい、10位の発表です。10位はですね、まず振り返った時に1月にもうパッと目に入ったのがですね、これ VZ シャーシなんですよね、タミヤさんの。これはもう発売前から動画にしたので、これはすごい再生数になるぞと思ったらですね、今年1位2位を争う再生数の少なさみたいなもう思った通りにならないってこういうことなんだなっていうね。そうですね。であれなんですよ、まだこう諦めがつかずに FRP の紹介をする。でこの辺りで本当に再生数稼げないんだなと思いながらも、最後の最後発売日にバンキッシュ作ってみたっていうのがね、とどめを自分に刺すっていうまあ思ったようにならないんだなっていうね。でその点で言うと、だからもう同率10位なんですけども、総額いくら、ふざけた動画大抵伸びないっていう僕らの中のもうふざけ動画があれが思いのほかね、いろいろ見ていただけて、そうですね。あんなに10ワットならもっとちゃんとすればよかったなってまあね、そんな感じじゃないですかね。まあ面白かったですけどね。はい、続きまして第9位はですね、島根の YouTuber の探索さんとコラボできたというところが、もう今年はコラボ無理なんだろうなと、どこか諦めムードがあったんですけども、そうですね。そんな中でもね、わざわざお店来ていただいて一緒に撮影できたっていうのは、まあ本当に嬉しかったですね。そうですね。本当素敵な方ですよね。動画内ではね、終始カエルのマークでしたけどもね、まあ素敵な方ですよ。不思議な魅力を放つ方ですよね。そうですね。すごい技を見せるんじゃなくて、みんなで応援する動画っていう斬新なね。でなんかうまくね、うちのコメントでも探索団さんにコメントもいただいて、探索団さんに認めてもらえたんだなっていう地球道チャンネルなのに、なんかすごく恐縮な気持ちになるっていうね。探索団のものですってね。3、4通ぐらい来てましたね。いや本当温かいファンの方が多いんだなっていうのでね、そんな地球道チャンネルにもなりたいなと。なんかこう見習うとこ多かったですね。来年もね、なんかコラボできたらいいんですけどね。そうですね。それでは第9位は島根の YouTuber 探索さんが遊びに来てくれた動画ということで、ぜひぜひ見てみてくださいね。はい。続きまして第8位の動画なんですけども、これはあれですよ、瀬川隆さんがジオラマ1というキットを作って、でそれが販売しますよっていうのが今年だったんですけども、それを仕入れて作ってみたっていうところで、瀬川さんのジオラマキットはですね、今僕ジオラマ教室やってるんですけども、そこでももう本当に活躍してすごいありがたいキットですね。ほとんど僕の力じゃないんだけどなと思いながら島根でね、だいぶ好評いただいているイベントにもなってますし、そこもあれですよ、とっくん動物の森に乗っかろうと思って、でチョコエッグ乗っけたらなんかいまいち伸びないってだからもう今年のそのさっきの VZ の話じゃないですけど、そういうことじゃないんだなってなんかもう瀬川さんのジオラマキットの良さはすごく伝わって、うちのお店でも結構いろんな方買っていただいてるので、僕ジオラマほんと好きなんでね、瀬川さんの新商品も楽しみにしてますので、そういった意味ではすごく僕に縁をいただけた、素敵な動画になったんじゃないかなと。第8位は瀬川さんのジオラマ1キット関連のね動画ですね。はい。続いて第7位はタミヤさんのデカールのケミカル系アイテムが多すぎる件について、これはですね、地球道チャンネルの一つのなんかこう指針ができたなと。もうメーカーさんにあんなに電話したことないのでもうメーカーさんについに名前を覚えてもらえるっていうぐらいの、今後地球道はちょっとしたこの謎みたいなものをメーカーに徹底的に追求する動画があってもいいんじゃないかってどういうことっていうね、メーカーさんもねそれいいと思うんですよ。誤解解けるわけなんで、僕は一方的な誤解をしてた感もあるんですけどとか視聴者の方からいただいたコメントで、本当だって思ったことはもうガンガンメーカーさんに電話していいんだと気づいた瞬間でしたので、
あの手の動画はもっとやっていきたいですね。そうですね。なんか類似品多いんでね、多いというか類似品だと勝手に思ってるんだけど、実は違ったみたいな、結構面白い動画になったかなって、すごくあの動画好きですね僕は。はい。第7位はタミヤさんのデカールアイテム多すぎる件っていうことでね、はい。あれ月曜から夜更かし感出てた続きまして第6位はですね、ジオラマ造形シートとジオラマリキッドカラーのシーナリーセットにつなげるシリーズの動画ですね。あれはね、僕個人的にはすごい好きだったんですけどね、でなんか3回やると叱られるなと思ったんだけど2回目までなら許してもらえるだろうというちょっとね新しい試みでしたね。あの動画を見てから僕夜の通販番組めっちゃ見るようになってやっぱ喋りうまいなっていうね、ちょっとずつこの流れに持っていくんだろうなっていうところから、値段の話から、勉強になるよ特にあれ結構、最近載ってるのばっかり見てますよ帰る時間もね遅いのもあって、今まではねなんだ通販番組かって消してたんですけどね、最近はこう食い入るようにねうまいもんだなみたいな高井田切りばさみはもうやってないけど、僕のね印象としてはもう何年高井田切りばさみやってんだよみたいなイメージがあったんですけど、懐かしいな高井田切りばさみまあね、やっぱあれぐらいプロ根性見せたいですね。まあ本当はおすすめなんですよ。それはおすすめなんです本当に。はい。第6位はジオラマシーナリーセットの紹介という関連の動画です。はい。続きまして第5位なんですけども、これは少し真面目なランキング付けなんですけど、イージープラモ紹介っていうのをやらせてもらったんですよ。ニッパーもなんならいりませんよっていうような、もう塗装もいらない模型も増えてきてますよっていうのが今年いろいろあったんですけど、そういうワードを出さずになんかどうにか面白い動画作れないかなっていうところで、家でこう楽しめますよ親子でって言ったところでやってよかったですよね。あれちょっと本当逆になんか別に再生数伸ばしたいとかそういったもちろんそれはありますけど、以前になんかもっと見てもらいたいというか、模型の良さが広まってほしいなと本気で思って作った動画なので、あれは思い入れ強いですよね。今後もメーカーさんもどんどんこう簡単に作れるっていうのがやっぱバンダイさんはすごいですよね、そういう意味ではもうとんでもないですから。だからなんかそういった感じでいろんなメーカーさんが簡単に作れますよ、小さい子で作れますよっていうのが出てくれれば、模型のその敷居が下がるっていうのは僕はすごくいいことだなと思っているので、あの動画はいろんな方に見てもらいたいなと思います。今後新しいのが出たらね、もう第2弾第3弾と、作っていけたらなって思ってるちょっと思い入れの強い動画ですね。ちょっと真面目な感じでいきましたよ。第5位はイージープラモ紹介の動画ですね。続きまして第4位なんですけども、第4位は特訓の持ち込み企画から派生したんでもないんですけども、ここ 2,3 ヶ月で仕入れてみたシリーズ、あれはですね、勝手になんかこう言葉を考えずに口からバンバンなんかこう反射的に出るというか、なんかやっぱ自分が仕入れたものの思い入れの強さになんか自分で恐ろしいなと思ったもうなんか職場体験の動画でもこうお客さんの顔が見えたりとかなんか話題になってたら仕入れるって言ったけど、多分僕そんな無視してるなっていう結局自分が欲しいものをめっちゃ仕入れてこれいいですよって言ってるんだなっていうのがこの 2,3 ヶ月で割と悪の強い仕入れをさせてもらえてるんだなってでまたネタ溜まってますから、これはシリーズ化したいですね。僕は個人的にすごい面白いですね。本当になんかこう家庭スイッチがパチンって入って自分じゃない何かが喋り出してるからもうぜひ気になった方動画見ていただいて、これが南條が勝手にスイッチが入った感じの喋りなんだなって。もうね、何喋ったか覚えてなくて動画でチェックしたぐらいだもん。俺こんなに喋ってるみたいな。いやもうあれはね個人的にすごい楽しかったですね。第4位は、仕入れてみたシリーズですね。今後もやっていきますからぜひご期待ください。いよいよですね、とっくんベスト3の発表ですね。まずは、第3位から。第3位がですね、今年になって初めて案件動画というものを、いろいろさせてもらったんですけども、紹介するとウォーハンマーのカバンから始まり充電式のエアブラシとで、どちらも地球堂では仕入れないものだったんですけども紹介してもらえませんかと。震えたね、最初 DM 来てた僕についにこんな依頼がっていうなんでウォーハンマーのカバンの時は僕はなんかすごい噛み倒した記憶があるんですよねなんか尺に対して動画のね僕何倍喋ったんだろうっていうぐらいもう一回やらせてとっくんみたいなちょっと多かった感じがね、むちゃくちゃ緊張した。もう自分の動画じゃなくなったもんあれ
まあね、まあ何回かやればね、慣れてはきたんですけども、まあ比較的真面目になりやすいというお笑いなしになっちゃうっていうね、感じですけど、まあでも本当にありがたいですので、まあ全部が全部受けれるか分かりませんけども、まあそういった案件いただけたら、まあ、今後もまあね、まあ極力積極的に、引き受けたいなとは思っております。ぜひぜひよろしくお願いします。第3位は、ついに地球道チャンネルが案件動画をいただけたというところで、はい、まあ3位にランクインしたということで、本当にありがとうございます。続きまして、まあ、第2位と30ミニッツですよ、はい、展示会で、まあ、ちょっとやってみようかととっくんと、まあ、企画してやってみて、こんなに作品集まるとは思っていなかったので、まあ、本当に嬉しくて、まあ、本当に結局100近くそういった反響もいただけたので、まあ、こういう展示会はすごくいいなということと、あとはもうとっくんがロマン先生という新しいジャンルの地位を手に入れましたので、地球道南條とロマン先生でやっていけるというね、何がきっかけで役職がもらえるか分かりませんからね今後もまあそういったいろんなジャンルでもいろいろ展示会できたらなと本当に思うような、まあ何回に分けるか分かんないですけどね、この熱量で喋ってたらね、まあでもやっぱりすごい熱量のある作品いただけてるので、こっちも熱入りますよね。そうですね、ぜひぜひ次回以降のロマン先生も期待していただけたらいただけたらと思います、はい。第2位は30ミニッツ展示会シリーズということで、もう本当にぜひいろんな方に見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、いよいよ栄えある今年の一番印象に残った第1位を発表したいと思います。まあ正直30ミニッツとすごい悩んだんですよ。30ミニッツはもう僕の中で1位なんですよ。1位なんかの動画すごい悩んだんですけど、それをちょっとね抑える動画1本あるんですよ。はい、それはですね、第1位は黒色無双の動画です。はい、意外でしょ。これね、いろいろ事件がありましてね黒色無双の動画まあ、見ていただけたら分かるんですけども、もう特訓の会心の編集がね最後載ってるんですよ。でいろんなものを黒く塗って特撮のようなエンディングを迎えたわけですよ。そうするとですね、盛大に Google 先生に叱られるっていうあれはびっくりしたね、特訓で、収益はなしでがっつり引っかかってたんだねいやすごいですね。そういやなんか先生いろいろ見てるんですね、 Google 先生は、はい。でも僕はねあれすごくお気に入りなんですよ、編集で懐かしいっていうコメントもいっぱいいただけましたし、とっくんがすごい頑張って、こういう動画も作れるんだ、とっくんすげえなっていうのでもめちゃくちゃ感動してたのでそりゃないよ Google 先生みたいなちょっとぐらいいいじゃないっていう、なんかね結構いろんな動画でもなんかね使ってる感じある気がするんですけど、なんでダメなんですかねこれはねGoogle 先生に一言言いたいですよ、本当にね。ですね。まあでもあれはね、あれなしじゃ語れないですからね。謝りましょう。謝りましょう。まあだから収益がないということで消さずに OK ってことでしょ。まあそれならいいですよ。僕はいっぱい見ていただけたらと思います。トップの編集すごいので、いやすごい相方だなと。まあそれをね言うためにはやっぱこれ1位するしかないなということで、はい、僕の印象に残ったのは、地球道チャンネル1本収益がないと。とっくんのなんだろうな、ブライトさんみたいな人だね。とっくんのやりすぎだみたいな頑張りすぎだみたいなアクシス真っ二つになったやつね1個だけ落ちてってますみたいな、とっくんの頑張りすぎだみたいな面白い。はい、というわけで、まあ、1年通した動画の感想は以上なんですけども、まあ本当それ以外にもですね、こうエプロンができたりとかですね、あとは地球道チャンネルのステッカーできたりとか、まあ、とっくんがデカールを作ってくれたとか、なんかちょっとずつ地球道チャンネルグッズっていうのが増えてきて、今エプロンはホビーカフェガイアさんのね関係の通信販売とかもさせてもらってるんですけども、何かこうステッカーとかこういったデカールせっかく作ったので、何かこう見ていただけてる方になんかどうにかお渡しする方法はないかなと思っておりますので、まあ、来年の目標はこう何かこうね見ていただいている方に還元したいというようなことが、まあどういった形ができるかね本当わかんないんですけど、なかなか自分の商品ってこう照れてしまってこうねやってますよとかなんかこうねこうシャイで言えないんですけど、まあまあ本当ありがたいですね。とかですね、まあ本当に遠方から
こう地球堂に、会いに来ましたよとか言っていただいて、もともと地球堂チャンネルを始めた理由っていうのは、個人店なので、入りにくさから、こいつ会ったことあるわみたいな感じで入ってもらいたいなと思って始めてるので、本当そういった効果を本当感じて、お客さんに入りやすくなってもらえてるならすごい嬉しいですし、本当にこう時間かけて地球堂まで来てくれるわけなので、そうするとですね、ちょっとこの商品ないのかって思われたくないっていう仕入れもねしっかりしていきたいなと、僕もいい刺激もらってますから、本当にありがたい1年でしたね。なんかこんな素敵な動画が来年もできたらとですね、来年もよろしくお願いしますといったところで終わっていきますかね。はい、それではですね、今年1年どうもお世話になりました。来年もどうぞ地球堂チャンネルと、地球堂南條と特訓を、ロマン先生を、よろしくお願いします。はい、どうもご視聴ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。